こんにちは。今日ちょっと材料多めでめんどくさクッキングということでね、なんか文字にするとねすごいめんどくさそうなんだけど、一個一個はねあまり大したことない材料なんですけどね、めんどくさクッキングやってまいりましょう。まずね今日ご紹介したかったのがこのレーズンとチョコの組み合わせ。これがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。これをブリオッシュ生地に入れるっていうのがすごい美味しくて、冬の季節のパネットをね、あれをねちょっと参考にいろいろ見ててやってみたらめちゃくちゃ良かったので今日やっていきましょう。チョコレートはねミルクチョコレート、今日私これ98円でめちゃ安で売ってたからこれでやるんですけど、甘さが結構パンに入れると増すのでブラックチョコもおすすめかなと思いますね。でパウンド型で作るということで今日は18センチですね。で高さがこれ8センチなんですけど、だいたい6センチ以上くらいあると溢れてこないかなと思います。細かいサイズはね適当でも大丈夫かなと思いますね。では今日はブリオッシュ生地ということでこの卵入れていくんですけど、サイズは S から M くらい、小ぶりの方がおすすめかなと思います。あんまり卵黄でっかいとね多すぎるかなと思うので、今日この卵白を使わないっていうめんどくさレシピ入れろやって卵白はちょっと硬くなるから今日はお料理に入れますね。でこの蜂蜜、この卵黄を入れる生地に蜂蜜を入れるとすごいしっとりするなと私は思っていて、ただこれ効果ない説もあったりして結構ね人それぞれかなとは思うんですけど、私は結構これ信じてるんで今日は蜂蜜入れますね。でだいたい卵黄が15から20グラムぐらいかなと思うので、これとお水を合わせまして110グラムになるように今日はしていきます。減らしていきますいらない手順であとは材料を入れまして、で蜂蜜がね溶けにくいので結構しっかり混ぜました。はい、いいですね。では今日もボウルで生地作っていきます。強力粉はね今日はスーパーで買ってきました春よこ、これ美味しいですね。これでやっていきます。でお塩と粉を混ぜまして、でお水加えていきます。蜂蜜溶けてますね。いいですね。で混ぜていく。結構このね混ぜ方なんてどうでもいいねんけど、結構この切るように粉が水を吸うように、私はちょっと混ぜ混ぜしまして、だいたいひとまとまりですね。これぐらいになるまで混ぜましたら、ここから手でいきます。手をきれいに洗ってきまして、バターですね。今日は 15g ということで普通のパンくらいちょっと多いくらいなんですけど、ブリオッシュっていうにはだいぶ少ないと思うんですね。ブリオッシュって粉の 50% から 100% ぐらい入れるレシピもあるって言われてたりして、それに比べたらだいぶ少ないんだけど、この混ぜるのも発酵するのもやっぱり量が多いと難しくなるから、今日はこれぐらいにしておきますね。でねこの途中の段階でもうこれはどうしようもならんなっていう感じになんねこの混ぜてたら失敗したっていう感じになんねんけど、これをね通り越しまして本当に3分半ぐらい、混ぜてたらベタっとはしてるんですけど、このひとまとまりになる感じ、ちょっとねこの指にちょっとだけついてたりするんだけどまとまる感じになると思うので、ここまで来たらもう今日はこれでよしとしまして一旦置いていきます。で
表面がですねまだボコッとしてるっていうのと、ちょっとねベタっとねしてますよね。なのでこれをこの叩きまして、表面を叩いて、ごめんちょっとワイルドになっちゃったワイルドクッキングこのね表面をボウルに叩きつけて中に入れるを繰り返してると、本当に1分ぐらいですぐつるっとしてくるんで、こんな感じでつるっとしてくるまでやればよしと私はしています。で、綺麗に生地を整えまして、ここからですね発酵していきます。だいたい2倍くらいになるまで待っていこうかなと思いますね。で、待ってる間にですねレーズンの準備していきます。レーズンのこの処理の仕方ってすごいいろいろね、オイルコーティングがどうだこうだとか、お湯で洗うとうまみが抜けるから良くないとかね、聞いたこともあるんですけど、私はもうこのね水を入れてちょっとほぐして、もうこれでこれでもう OK としてますなんならめんどくさい時はもうそのまま入れてます。ということで今日はね1時間くらい室温で待ちました。で一旦ちょっとねこれ横に置いときまして、いろいろ準備していきます。まず型の準備、バターをたくさんね、くっつくと嫌なのでたくさん塗っておきました。でレーズンですね、1時間ぐらい置いたやつをしっかり水気を切ってきました。でチョコですね、今日この板チョコ半分くらい、もう測ってないんですけど半分なので 25g ぐらいだと思いますを使いますね。でちょっと割ってきました。ちょうどねチョコチップを2個分ぐらいちょうどチョコチップ2個分全然ちょうどちゃうけどだいたいなんかねそれぐらいの割と存在感ある大きさにしておきました。で生地がねちょっとベタつくと思うので粉しまして、でここから成形していきますね。今日はまず横18センチで、縦はねもうできるだけ長くっていう感じで、35センチ以上くらいできたらいいなと思います。で横の18何かって言ったらこのパウンド型の横のサイズですね。なので型に入るようにするっていうそれはそうなんだけど感じです。でこうやって空気抜いた時にすでにねこれで18ぐらいになってるんで、もうこの横はよしとしまして、この縦方向ですね、こっちにだけ伸ばしていくイメージでやっていきますね。で長方形にするっていうよりかはもうただ楕円にまず伸ばしていくっていう感じで、これだいたい35センチぐらいですかねになりました。伸びたらこの角のところをちょっと修正しまして、これで OK ですね。あとはフィリング入れていきます。この今日板チョコなんでちょっとこの角っこがねツンツンしないように、なるべくこの平らになるように並べました。であとは巻いていくだけ。で閉じまして、これで OK ですね。今日すごい簡単なんですよね。でこの閉じ目を下になるように、ちょっと横がね長くなったのでグッてしましたグッて入れましたこれで OK で、このまま焼いてもいいんですけど、今日はねそうこの
ちょっと切れ目を入れて、プルアパートブレッドってね、聞いたことあります？なんか海外で結構 SNS で人気だったこのちぎりパンというか、切れ目を入れてシェアしやすくするパンがあるんですよでそれ今日可愛いからやりますねでこのね切れ目は見えますかね、全部切ってなくて、ちょっとこの底の方残ってる感じくらいで切るんですけど、別に全部切っても全然大丈夫で、結構深めに切れ目を入れております。これでね、今日私この6等分します。包丁使わなくてもこう手でちぎってねシェアできる感じになるんですよ。別にシェアしないんだけど食べるときね一人で食べんねんけどどう？可愛くないね。これで OK ですね。今日は28個はふっくらするまでちょっと待ってみようかなと思いますね。でその間にオーブン予熱しておきます。50分ぐらい待ってみました。可愛くないね。これねなんかすごいいいんですよね。で牛乳塗っていきます。でね今日は私ちょっと甘くしたいのでグラニュー糖を振ります。この辺もお好みで好きなようにしてもろて焼いていきます。グラニュー糖かけたし結構高さあるのですぐ焦げるので、私ねもう焼き始めて5分ぐらいでアルミホイルかけました。かわいい今日上手にできましたちょっとここ焦げましたいやでもねすごいね可愛くないですか？いいですね。横もね底も焼き色綺麗についてると思います。でこの成形のいいところはここがひび割れないっていうことで、私巻き巻き成形、そしてこの卵を入れた生地ってものすごく膨らむから、私の成形の下手くそさと相まってここがいつも割れちゃうんですよ、パカーンって。だけどこの切れ目を入れて多分力をね分散してるのかな、ひび割れなくて上手にできるからね、すごいねおすすめなんですよね。少ないかな具が貧相じゃない？なんかいやちょっと場所がちょっとこっち見てみましょうそんなことでないと思う。結構いっぱい入れたからで、この生地を見てほしいんですよ。このしっとり生地がね、今日は偽ブリオッシュ生地みたいな感じですけど、しっとりできるのでねすごくいいっていうのと、このねレーズンとチョコの組み合わせが本当に最高でめちゃくちゃ美味しくできましたね。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょう。お相手はおなおドーナツでございました。皆さんお付き合いどうもありがとうございました。また見てね。バイバーイ。